相棒はスリランカコネクト。スリランカコネクトです。で、私たちはですね、毎週、スリランカに関する情報をですね、様々な媒体を通じて発信しております。で、今回は、最初のですね、私自身がブログでいろいろ書いたりしていて、で、一番最初に書いた記事をもとに、スリランカの基本情報を紹介したいと思います。はい。今回の動画を見ていただければ、スリランカの基本情報とスリランカと日本の信仰の深さがわかると思います。はい。そうですね。じゃあ、まず最初にですね、スリランカはどこにあるんでしょうか？そうですね。スリランカはインド洋にある島国です。正式名称はスリランカ市民じゃなくて。言いづらいですね。スリランカ民主社会主義共和国ですね。人口なんですけど、大体ですね、2180万人、2019年現在なんですけど、2019年の時のデータなんですけど、そのくらい、人口がいますと。で、スリランカの首都ですね。これ結構長くて、僕自身言えますか？僕ですか？言えるんじゃないですかね。スリジャヤワルダナプラコッテです。多分区切るとこ違うんですけど。はい。で、どんな意味があったりするんですか？そうですね。スリは聖なる光という意味になりまして、ジャヤワルダナは元の大統領の名前ですね。で、プラは、町の意味で、コテはその本来の町の名前でした。はい。ありがとうございます。その元大統領の方なんですけど、すごい日本と関わりのある方なので、後々、この動画の後に後半部分で紹介させていただきたいと思います。で、その他、国の面積なんですけど、北海道の 0.8 倍っていうような記載があって、どんぐらいなんだってよくわかんないですけどね。で、民族ですね。ほとんど、約 75% がシンハラ人で、15% がタミル人で、スリランカムーア人が 9.3%。外務省からこのデータは持ってきてるんですけど、一部地域を除く値となっています。で、言語に関しても、さっきの比率から分かる通り、シンハラ語とタミル語が公用語になっています。で、またこれも、宗教に関わって影響しているというか、そのまま比率が及んでるんですけれども、仏教徒の方が70%、約 70% ですね。で、ヒンドゥー教の方が 12.6%、イスラム教徒の方が 9.7% で、キリスト教の人が 7.6% という感じになっています。で、経済として、主要な産業が、農業、かなり、いろいろあるんですけど、その中でも有名なのが、紅茶、ゴム、ココナッツ、あと米ですね。あとは繊維業なのがかなり有名、主要の産業となってます。はい。そうですね。セイロンティーは皆さん一度も飲んだことがあるんじゃないかと思いますけど。そうですね。かなり有名ですからね。そうですね。で、あとは貿易ですね。日本との貿易に関してなんですけど、その輸出の部分で日本からスリランカに輸出するっていうのだと、車両だったり、車両の部品、あとは一般の機械とか機械部品、電気、電子機器、あとゴム製品とかが、メインのものとなっていますと。で、輸入ですね。スリランカから日本に来ているもののメインのものとしては船舶だったり、コーヒー、お茶、ココア、あとは香辛料。スリランカといえばカレーとかなので想像がつくと思うんですけど、そういったものだったり、あとは衣類ですね。メイドインスリランカなんてあんまりぶっちゃけ見ないかもしれないですけど、たまに注目してるとあると思います。はい。で、最後に、何人くらい日本人がスリランカに住んでるのっていうところ、気になる部分だと思うんですけど、外務省のデータによると、804人ほどスリランカには住んでいるという統計になっていますと。で、ここからですね、先ほど出てきたスリランカの元大統領の話をちょっとしたいと思うんですけど、さっき言ったその交流が関係があるっていった、理由が、ありまして、ちょっと歴史の話になるんですけども、
まずスリランカと日本の国交が始まったのが1952年になります。で、これなんで、1952年かというと、日本が、第二次世界大戦に負けて、で、その後、1951年のサンフランシスコ講和会議で、日本分割占領案っていうのが、ね、中国、ソ連、アメリカ、イギリスですね。この4カ国から、提案されたものなんですけど、そこで、その会議でですね、スリランカの元大統領のヤワルダナさんがですね、演説をしまして、で、そこでの演説によって、この分割統治の案がなくなったと言われてたり言われてなかったりという諸説ございますというところですね。なんですけども、やっぱり、その演説自体が素晴らしいっていうような世界的な評価がありまして、で、その中で、有名な一文っていうのがその仏教の経典を引用したもので、憎悪は憎悪によって消し去るものではなく、ただ慈悲によって消え去ると。なので、本当ヘイトを、訴えるのじゃなくて、愛を持って、許していこうだったり、愛を持って何事も。結構なんか、ガンディの考えというか、ノンバイオレンスみたいな考えですよね。やっぱり仏教なんで。はい。っていうところでも、日本にすごい、日本のためとはわからないんですけど、日本を思って、演説をしてくれたっていう一面もありますし、あともう一つ、ストーリーがありまして、そこでは、自分の遺言書のところで、角膜ですね。自身の角膜を一つはスリランカの方に提供するっていうのと、あとはもう一つが日本人に提供してほしいっていうような遺言も残しているぐらい、やっぱり親日家でかなり有名だった方ですと。で、そんな方の演説があって、そのサンフランシスコ講和条約の後ですね、1952年4月28日に、アメリカと同じ日なんですけど、そこで日本とスリランカの国交がスタートしたっていうような内容があります。はい。そうですね。今年で、68年になりますね。今後、スリランカと日本の国交事情について細かくお伝えていただければと思っております。はい。で、今回は短いんですけれども、このくらいの紹介にさせていただきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、අයුබෝවන්. Hi, මගේ නම අශාන්. අපේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like button click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ comments උත් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක interesting කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ අලුත් videos upload කරාම notify වෙන්න bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහ videos වලදී ලංකාවේ ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ දිගටම ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. අයුබෝවන්.